今日は東光堂さんへお邪魔しております。東光堂の吉岡総一郎社長へインタビューさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは早速いろいろ質問させていただければと思います。はい。まずこちらの東光堂さんなんですけれども、どういったお店かっていうのを教えていただけますか。はい。主にですね、和食器の販売を行っておりまして、一般のお客様向けはもちろんですけども、あとは飲食店、料理屋さんとか、あとホテルですとか、そういったところにも卸の販売も行っております。で、取り扱っている商品としては、京都の清水焼、あと佐賀県の有田焼を中心に、全国各地の商品を取り扱っています。はい、わかりました。ありがとうございます。吉岡社長は3代目でいらっしゃるかと思うんですけれども、東光堂さんの創業から今までの、成り立ちというか、どういった形で引き継がれたかっていうのを教えていただいてもよろしいですか。このお店はですね、私の祖父が、昭和11年1936年に創業しました。でその後、場所をちょこっと戦争の最中だったりとかは少し移動したんですけども、拠点をこの赤坂という土地に構えて、で、1959年だったかな、に宮内庁御用達というのを拝命してですね、で同時に昭和天皇の御所であった吹上御所が完成した時に器のご用命をいただいて、納入させていただきました。でその後、赤坂を拠点にいろいろとご商売をさせていただいて、平成2年ですかね、今もともとはお店と住まいが一緒だったんですけども、今このような形で1階を店舗にして上をビルにしてという形になって、今日までやってます。そうなんですね。じゃあこちらにご自宅があって。そうですね。僕が中学1年生ぐらいまでですかね。一応生まれ育ちは赤坂っていうふうに言ってます。そうなんですね。こちらは建て替えをビルに建て替えをされたんですか。そうですね。その前は一戸建て。そうですね。この赤坂っていうところは今でこそ高いビルがいっぱい建ってますけど。その頃は僕がまだ子供の頃は本当に商店という名前の通り低い一軒家というかそういうお店ばかりだったんですけども、やっぱりバブルの時ですね、皆さんいろいろと建て替えられてこのような土地になってます。そうなんですね。今はね、なんか本当にビルが多くて、すぐ近くにテレビ局もあったりとかで、だいぶ違うんですね。ありがとうございます。吉岡社長は令和の時に社長になられたということなんですけれども、もともと3代目で小さい頃からなられるご予定というか、やっぱり日本の中小企業って代々長男とか長女が継がれることが多いので、吉岡さんも小さい頃からそういった教育とかされてきたのかなと思うんですけども、なんかいつから継ぐんだろうなとかって意識されたとかってありますか。先ほどもお話したように前は一軒家だったんですね。で当然その時に祖父母とも一緒に同居してたので、小さい時からなんとなくそういったあなたが継ぎなさいとかそういうことを言われたことはないですけども、なんとなく雰囲気というか空気感で感じてたなとは思います。ただじゃあ両親が同じことを言ったかっていうと、両親も全く継ぎなさいとかそういうことを言ったことがなくて、なんとなく自分の中であったものが義務感でも何でもなく、なんかスッとそういうもんなんだなっていうふうな形で自分の頭の中にあったんで、タイミングを見て入ったっていう感じですね。家業だから継ぐのが当然みたいな形で、小さい頃からそうですね、ご両親とか祖父祖母の、おじい様おばあ様の姿を見て自分も将来はこういった形になるみたいな感じで。そうですね。やっぱりあとその客商売、お客様相手の直の
物を販売するっていう商売仕事っていうものに対してもやっぱ興味関心はずっとあったんで、はい、その辺が合致して、いいタイミングで戻らせてもらったって感じですよね。そうなんですね。吉岡さんって海外にも留学、そうですね。大学こちらで卒業してから少し2年半約3年ぐらいですかね、行かせてもらって、でその時にこう向こうの方っていろいろと日本のこと興味持って質問するじゃないですか。いろんな文化のこともそうだし、生活のことも政治のことも、でその時に自分の中でこう答えられないことがすごく多くて、でその中にやっぱり和文化っていうのもあったんですよね。でよく考えたら自分の実家の仕事、家業はそういったものをに通じてるっていうのがあったんで、実際自分が将来こう会社を継いだ時にはその辺継ぐまでにそういったことを勉強して、で継いでからもよりそういうのを深く知って、海外の方たちに直接伝えるような仕事ができたらいいなっていうのはずっと思ってましたね。そうなんですね。留学されてたのはアメリカですか？アメリカです。はい。そうですよね。結構アメリカだと禅とかってすごいブームというか、長くだと思うんですけど、皆さんすごく興味ある方多いと思うんですけれども、なんか質問とかってどういう質問が多かったんですか？それこそ本当にまだ侍いるのかっていう話から始まってこっちがと思うようなことも聞かれましたけども、実家の仕事がこういう和食器を販売してるんだって話をした時に食文化のこととかよく聞かれましたよね。今でこそ向こうではお箸をちゃんと使う外国の方すごく多くなりましたけど、そのお箸の使い方どうやるんだとか、なんで日本人はこう器を手に持って食べるんだとか、そうですよね。そういったことを、ただそういうのも聞かれた時はどうしてだろうって疑問にも思ってはないじゃないですか。そうですね。当然それがね、当たり前で育ってますよね。彼らの質問を受けたことによって自分がこうそれを知るっていうきっかけになったってことはすごく良かったなと思います。そうですよね。あれですよね。日本ってやっぱりその器を持って食べるっていう文化があると思うんですけど、海外って欧米って大体置いたままですよね。持ち上げると逆になんかちょっとそうですね、マナーにっていうふうに言ってますよね。で一つ面白い話があって、日本人って手先器用っていうじゃないですか。でそれはその食文化にあって、今話してるようにこう日本人でこうお茶碗だったりお味噌汁のお椀だったりこう手に持って食べますよね。でそれを基本的に1日3回やるじゃないですか。3回の食事で。で器もちょっとずつ違いますよね。でそのなんかこうなんとなくちょっとずつの重さをこう左手であったり右手で持つことによって手先の感覚が研ぎ澄まされる。だから日本人は手先が器用な民族だっていうのをちょっとある人から聞いて、納得なるほどなと思いました。そうですよね。なんか器って本当に形が一つ一つ違うと思うんですよ。今日はちょっとご用意いただいているこういった湯飲みとかもこちら何焼きですか？これはね、はさみ焼きって言って長崎の、いいですか？触っていただいて失礼します。これはちょうどこの今少しインバウンドが戻ってきてなんですが、外国人の方がすごく好まれるデザインですよね。これ手であれですか？手びねりでしたっけ？そうなんですかね。これ自身は手作り風に作ってるんですよね。そうなんですね。なんか凹凸が凹凸があることによってこの手に馴染んで滑りにくいっていう。なるほど。滑りにくいっていう特徴もあるんですね。でこの模様は全部手書きで描いてるんで、こういうなんかちょっと斬新な雰囲気が海外の方には合うんじゃないですかね。確かになんか海外ではあんまりないですよね、こういったものっていうのは。面白いですね。ありがとうございます。こちらも同じですか？そうですね。デザイン違いです。はい、そうですよね。こっちはちょっとまた円になってて、モダンな感じがしますね。おじい様の代に、宮内庁から拝命されたっていうことなんですけれども、なんかいきなり拝命というかどういう
経緯というかなんかいきさつみたいなのを教えていただいてもよろしいですか？はい、まあなんかいろいろな話があるんですけど、赤坂御所が近くにありますよね。はい、ありますね。なんで昔はさっきお話したようにこう商店街、いわゆるこう御用聞きの方っていうんですかね、がお買い物されることもやっぱ多かったみたいで、まあそういう中でこう目に留めていただいてそういうことになったんじゃないかなっていうのは聞いてるんですけども、はい、じゃあ、ここにお店があるっていうのを宮内庁の方がご存知で、そうですね、まあ、素敵な器があるからじゃあこちらのものを使わせてもらおうっていうような形で、そうなんですね。そうですね、はい、じゃあなんか元々の知り合いがいらっしゃってとかそういうのではなく、そうですね、器が良かったからっていう、もう宮内庁御用達っていう制度自体は今はもうないんですよね。名前だけはありますけどその制度自体はもう廃止されてるんで、そうなんですね。でやっぱりその許可を得るのは、審査がなかなか厳しい審査があったということだったんで、多分ただ紹介がいるとかそういう程度ではなかなかなれなかったんじゃないかなとは聞いてますけども、はい、だからそういう意味では祖父には感謝していますよね。だいぶ違いますよね、はい、イメージというかね、すごいですよね。はい、だからそれを代々受け継がれてという形で、はい、そういうのって途中で変えられちゃったりとかってあるんですか？そういうのはもうなく、もうここがっていう感じなんですかね。多分何かこう適さないことがあったりとかした場合、やっぱりそういったものっていうのは、取り上げ制度がもうないので取り上げられるということはないとは思いますけども、おそらく必要な時のお声掛けとかっていうのはなくなっちゃうかもしれないですよね。そうなんですね。じゃあちょっと代々守っていかないとっていうプレッシャーみたいなのは、身の振り方に気をつけてます。そうなんですね。次の代もねお子さんいらっしゃるので、じゃあまた吉岡さんのお子さんが継がれるっていうような。なんか以前の、包装紙が菊の模様で、友人にお祝いでプレゼントさせていただいた時に、菊の包装紙だったのですごく驚かれてて、なんかあんまり包装紙でなんかめったに当たらないんじゃないですけど、なんかね菊ってやっぱり皇室が使われる、模様なのでなかなかちょっと使いにくいっていうのがあって、すごいねみたいな感じで、言われたんですけれども、なんかやっぱり許可みたいなものとかって必要なんですか？御用達なので、あえて菊みたいな形だったんですか？菊の御紋って、天皇陛下についてると思うんですけど、あれやっぱりこう花びらの数だったりとか八重になっていたりとかっていうのは厳密に決まってるんですよね。で例えばその花びらの数が違う菊の模様であれば全然問題なく使えるんですよね。はい、だからパスポートについてる菊の御紋も、あれは天皇陛下がつけられるものとはまた違うものなんですよね。なんで結構いろんなところで菊の御紋っていうのは見ると思うんですけど、ちょっとその辺の違いを見ると面白いかもしれないですね。そうですね。なんか菊の御紋イコールっていう感じではなく、それぞれというか違うものなんですね。今また包装紙一新されて、こちらの包装紙かと思うんですけれども、こちらのお花は何の？これはですねボタンなんですよね。でちょっと小さいんですけど、この花瓶がうちの祖父が作ったロゴマークなんですよね。でその中にこのボタンがあしらってるんですけど、このデザインはそのままにしてこのボタンだけを抜いてこうやってちょっとランダムにあしらってるんですよ。で祖父は結構、菊もそうなんですけどボタンがすごく好きで、なぜかというとボタンって百花の王って100の花の王様っていうのですごく高貴なお花の一つなんですよね。なので、菊も良いんですけども、今回はこのボタンにして、このようなデザインにしてみました。少しちょっとこうモダンな雰囲気も合うので、ちょっとこのアルファベットのロゴなんかも作って、外国人のお客様にも伝わるように、
はい、そんな感じで作ってみました。あ、そうなんですね。なんかすごいね、ボタンってやっぱり中国の方とかって、ボタンと菊がやっぱり日本と中国って近いっていうこともあって、すごいやっぱり皆さん大切にされていて、やっぱりね中国の方でも王様とかそういう昔からね、宮廷内で飾られるのってボタンとか菊っていうのが多いですよね。そうですね。わかりました。ありがとうございます。はい、こちらもねインバウンドで海外のお客様が来られることが、多いと思うんですけれども、国とかでいうとどのあたりの方がいらっしゃるとかありますか？そうですね、オーストラリアから来る方がすごく多いですね。はい、今ちょうどインバウンドが戻ってきて頻繁にいらっしゃいますけど、聞くと大体オーストラリアが多いですかね。免税での対応するじゃないですか、その時にパスポートをもらいますね、ご提示していただくんで、その時に国が分かるじゃないですか。そうすると大体オーストラリア、あとは、中国の方もいらっしゃいますけど、本土からじゃなくてシンガポールからとか。そうなんですね。はい、意外と南の方から来る方が多いかなっていう印象ですね。はい。面白いですね、でもなんか確かに私もこの間伺ったらオーストラリアの方とおっしゃってた方がいらっしゃったので、確かにそうかもしれないですね、今なんか海外の方に人気のなんか商品とかってありますか？先ほど手に取っていただいたこのようなちょっと手作りの感じのものですよね。でこれ土でできてるんで、いわゆる陶器っていうのは向こうにあまりこういう形じゃないので、が人気だったりとか、あとこれが有田焼なんですけど、この牡蠣もそうですけど、ちょっとメタリック調なデザインがすごくあちらの方たちには刺さるみたいで、これ焼き物だっていうと皆さんびっくりするんですよ。そうなんですね。何に見えるんですかね。なんかメタルで作ってるのかとか、ここの部分、これはねプラチナをの上薬をかけてるんですよ。だからもう完全に全部陶器なんですけど。確かにそうですね。陶器ってちょっとパッと見た感じだとそうなんですよ。なかなか分かりにくいかもしれないですよね。このデザイン色味も豊富にあるので、海外の方もそうですけど日本の方もよくプレゼントとかで使っていただきますね。はい。なんか有田焼っていうと私のイメージだと結構なんていうんですかね、模様が華やかな模様をイメージしてるんですけど、なんかこちらの有田焼となんか違いとか焼き方自体は同じなんですか？基本的に焼き方は一緒ですね。こういう色にするいわゆる上薬っていうんですけど、それをいろんなメーカーさん窯元さんで研究して開発して新しい商品を作ってるところですね。そうなんですね。上薬を変えてこういう紫っぽいものだったり、緑色っぽいものだったりっていう色を出されてるんですね。焼き方自体は同じ。焼く工程っていうのはほとんど変わらないですね。ちょっと多少焼く温度を変えたりとかってありますけども、工程自体はそんなに変わらないんで、はい。なるほど。少し触らせていただいてもよろしいですか？ありがとうございます。すごいですね。なんかでもあれですね、指紋がついちゃうからなんか悪いのかなって思っちゃうけど大丈夫ですか？拭けば取れるんで。そうなんですね。すごいですね。なんかさらっとしてるっていうか、独特の風合いがありますね。素敵。見た目よりも軽いと思うんですよね。そうですね、軽いですね。なんかお酒とか入れても良さそうですね。そうですね。ビールなんかも美味しく飲めると思います。薄いし、すごいですよね。ありがとうございます。はい。海外の方もこちらのお店にいろんな方がいらっしゃるかと思うんですけれども、海外の方がよく買っていかれるものとかっていうのを、ベスト3形式で教えていただいてもよろしいですか？さっきご紹介したこのちょっとメタリック調の有田焼のカップですね。これは非常によく皆さん手に取られてお求めになりますね。やっぱり色がいいんですかね。そうですね。
すごく海外の方が好きそうなお色ですよね。あとはそうですね、こういったお椀漆器も扱ってるんですけど、これ山中塗、石川県の山中塗って言って、すごい艶がありますね。いいですか？すごくね、これ薄いんですよ。山桜っていう木で作っていて、薄いんですけど割れにくくて丈夫で、これで一回お味噌汁飲むと多分他のもので飲めなくなるぐらい。そうですね。口当たりもいいし、でサイズが大中小ってあって、これ真ん中のサイズなんですけど、大きなものだったりすると、例えばちょっとした丼物とか麺類とかそういったものも使えるんで、で、海外には漆器っていう文化がないので、やっぱ皆さんすごく珍しがって買われますね。そうですよね。あんまり乾燥してる国だったりするとちょっと手入れが大変だと思うんですけど。そうですね。お手入れってなんかこういうのって絹とかでちょっと拭いてみたいな感じとかなんですか？そんなにあんまり神経質な、本当にこう水で使われたらさっと拭いて水拭きして、であとは拭いてもらえれば、で乾かしておけばいいんですよ。中に物がずっと入ってるっていうのがあんまり良くないんで、濡れてたりとか。なるほど。なんかお正月でしか使わないようなちょっといいものとかちょっとうちにもあったりするんですけど、そういうのとかってお手入れをどうしたらいいのかなっていうのすごい結構いつも考えてしまいますね。本当にいいものは、例えば塗り物でいうと輪島塗りとか、ああいったものはすごくちょっと神経質になったりするかもしれないんですけど、山中塗りはその輪島塗りに比べて塗りの回数が少ないんです。なのでこうやって木の地肌が見えるんですよ。なるほど。そうですね。輪島塗りは厚く塗るんで、それでこう照りというか、あれが良さじゃないですか。だからそのどちらもお好みですけども、でもやっぱ漆器の手入れが大変というのは皆さんよくおっしゃいます。そうですよね。なんか一度スポンジでこうなんか洗ってるうちになんかちょっと結構いいのだったらはけてきちゃって、なんかもったいないと思って、なんかねしっかり手でっていうか、あんまりそういうなんかしたりとかしないで、本当に水洗いっていうかさっとやるのがいいんですかね。そうですね。たまにずっとお母様、おばあちゃまから受け継いだお重があって、これ壊れちゃったんですとか剥げちゃったんですって言ってお持ちになる方いて、そういうのはうちの方で預かって産地の方に送るときれいに修復してそういうのもやってくださるんですね。素晴らしい。ちょっと何かあった際にはぜひお願いします。でもう一つは、これはお抹茶碗なんですけど、ちょっとこの表列模様って言って少し、こうわざとひびが入ってるような感じにしてるんですけど、で周りにこうちょっとモダンな銀彩を入れて、ここに三島模様を入れてるんですけども、三島でにしてるんですけど。そうなんですね。三島模様っていうのはどういう、このお花のこれをこうハンコみたいなので押していくんですよね。なるほど。それを三島模様っていうんですね。これは一応菊の模様になってるんです。これもすごくお抹茶が入ると綺麗な色味になって、で海外の方だとこれをちょっとカフェボールみたいな感じで使われる方とかもいるし、いいですね。ありがとうございます。すごいいいですね。結構手に馴染む感じで。貫入とはまた違うんですか？貫入、そう同じですね、技法としては。そうなんですね。なんかこういうのも日本独特なんですかね、こういう模様って。器ってこの焼いた時に元々の大きさから2割ぐらい縮むんですよね。そんなに縮むんですか？でその収縮性を利用してわざとこうひびをつけられるっていう技術なんですよね。そうなんですね。2割も縮むんですね。そうなんですよ。じゃあ結構大きく作らないとあれですよね。本当に小さいものになってしまったりとか。面白いですね。そういう窯元とかにも行かれたりされるんですか？そうですね。やっぱり行って勉強も兼ねて、あと新しいものを仕入れるためにとかっていうんで、年に数回ですけども行ったりします。そうなんですね。わかりました。ありがとうございます。
寺子屋忍者では茶道や華道を三田工房寺さんっていうはい寺の方で教えているんですけれども、やっぱり海外の方がいらしてくださったりとか、大使館の方とかいろんな方が来てくださってるんですけれども、これから寺子屋忍者の YouTube 自体も海外の方へ発信していきたいと思ってるんですね。中国語と英語と日本語字幕を見られるように設定をしてるんですけれども、多分こちらのYouTube も海外の方にご覧になっていただいていると思うんですけれども、何か海外の方へのメッセージみたいなものがあれば教えていただけますか？そうですね、非常に今日本の文化がお好きな外国の方が多いので、いろんなところで、観光されていると思いますけども、さっきもちょっとお話ししたように日本の食文化って独特なものがあるので、それを楽しむための道具としてこういった器があるので、もちろん花瓶のようなインテリアのものもありますけども、そういったものを自分の国と違う器で自分の国の食事を食べたりするとまた違う楽しみ方があると思うので、すごく豊富な種類ありますから、そういったものを見に来るだけでもね楽しいと思うんで、かなり楽しいですよね。来ていただければと思います。はい、なんかね、結構海外の方ってかっぱ橋とかに行かれる方も多いってお聞きしますけど、ああいうところってやっぱり、いいものももちろんありますけど、そんなに価格的にそこまで高くないもので、お手頃なものが多いと思うんですけど、こちらとかってなんか本当に美術品みたいな形でもあるし、なんかやっぱりね、さっきの山中塗りとかも全然ちょっと違うなっていう、その辺のねなんかところで売ってるものとなんかちょっとなかなかね映像からだと分かりにくいと思うんですけど、照りだったりとかね、本当に薄さだったりっていうのが全然違うなって思いますので、やっぱりねいいものに触れたい方とかはね、いろいろなんか来ると楽しいところですね。わかりました。ありがとうございます。では私ももう何年前ですかね、だいぶ経ちましたかねなんかお知り合いにならせていただいて、で最初やっぱり結構私器とか好きなんで、結構気になってはいたんですけど、やっぱりなんかちょっと一人で買いに来るってなんかちょっと値段もわからないですし、ちょっとなんか気にはなってるけどっていう感じで結構時間が経ってしまって。で先輩になんか行かれる方がいらっしゃって、ついでにじゃないですけど一緒になんか来させていただいて、こういう感じなんだと思って、それからいろいろこちらでも購入させていただいたりしてるかと思うんですけれども、ありがとうございます。なかなかちょっと敷居が高いと言いますか、そういうの好きな方とかもなかなか入りにくいっていうのがあると思うんですけれども、なんかそういう、意識されてることとか、何か初めての方になんかアドバイスというか何かあれば教えていただけますか？どうしてもこのお店の作りから入りづらいっておっしゃる方多いんですけど、実際お店の中入っていただいて、器を見ると、まず値段っていうと意外と皆さん思ったよりも買いやすいっていうふうにおっしゃっていただいて、やっぱり入られたら、うちだけに限らずこういうところ来たら皆さん手に持ってほしいんですよね。で自分が想像している重さとよりもだいたい軽かったりするんで、そうするとそこでまず一つ驚きがあって、でじゃあ実際それを毎日日々使うとなると使いやすいわね、これやっぱどうしても重いものだと敬遠されがちになっちゃうじゃないですか。であとうちの商品の取り扱いの特徴としては、これ祖父の代からなんですけど、例えば有名な作家さんいますよね、焼き物でも、そういう人たちのものは基本的に扱わないようにしてるんです。そうなんですね。よくそういったものを買い求めにいらっしゃいますけども、なぜかというとその名前があると、その名前だけで一定の値段がまずできちゃいますよね。その物がどうであっても。それってやっぱりお客様にとってはメリットではないので、であればちゃんと窯元で職人さんたちが作ったもう量産しているものでもいいので、一つ一つ丁寧に作ってくださっているものを取り扱うように、要するに品物本位で品揃えをしているというのが特徴ですので、そういったものも来て体験していただければいいかなと思います。
そうですよね、なんか私も本当に手が出ないようなものしかないんじゃないかなと思って最初来る時結構ドキドキしたんですけど、なんかね本当に手に取りやすいものとかからあって、もういいですよね。ありがとうございます。そうしましたら日本の方に人気のある商品を教えていただけますか。まずですね、このすごく存在感のある黄色のお皿があるんですけど、うちでオリジナルで作ってるんですけど、これ8寸なんで24センチあるんですね。でこれがやっぱり黄色のお皿って意外とあるようでなくて、今ここに置いといても分かるんですけど、多分1枚あっただけでもすごくテーブルでのアクセント、存在感になるんですよね。でこういう形状なので、例えばお肉料理でもいいし、お魚焼き魚でもいいし、でちょっとこう笹の葉とか何か1枚敷いて置くとお寿司とか乗せてもすごく映えるんですよね。でこういう黄色とか赤とかって暖色系はこう食欲を増すっていうふうに言われてるんで、毎日出すとくどいかもしれないですけど、たまにこういったものをテーブルに出すとまた楽しい食事の時間になるんじゃないかなというふうに思います。そうですね、すごい存在感というか華やかになりますよね。そうですね、なんか私カルパッチョとかイタリアンとかも合いそうかなって、あとサラダとかパスタとかも全然合いますんで。なんか以前にブルーの有田焼のお皿をちょっとこちらで購入させたものを知り合いの方にプレゼントさせていただいたんですけど、その方すごいイタリアンが好きな方なんですけど、結構ブルーとやっぱイタリアンもすごい合うみたいで、結構なんかいろいろ何にでも使ってるっておっしゃってたので、すごいなんか岩だけにこだわらず何にでもというかいろいろ使いますよね。無地のお皿っていうと大体皆さん白のお皿使われるんですけど、白ももちろんいいんですけど、もし同じ無地であれば色が入ったものを使われると、さっきお話したようにこうちょっとテーブルのアクセントになったりするんでいいかなと思いますね。そうですね。こちらはなんていう模様なんですか。これ線段、漢数字の線に1段2段の階段の段という字、それがこういわゆる段々になってるんで、線段模様っていう線段っていうんですけども、形がね。なるほど。なんかすごいあれですよね。普通のなんか円じゃなくて本当にちょっと段がなんかこうなってるのがいいですね。少しこういうふうにあるんで、ちょっと汁気のあるものとかでもこぼれないようにできてます。すごい素敵ですね。ありがとうございます。あとですね、ちょっとすごくトラディショナルな感じですけど、これは有田焼のお皿で、これ縁がこういうふうになってるの輪花模様って、一輪二輪お花の一輪二輪にお花って書くんですけども、で真ん中に福の文字が入っていて、もう文字通りおめでたいお皿なんですけど、これもねちょっと真っ白じゃなくて少しくすんだ感じになってるんですよね。だからちょっといわゆるこう以前の昔の器をあえてもう一回作ってるような、で少しこういう途中にこう黒い点があるんですけど、これもこの、染付って言って、この青い柄を描く時の、絵の具がこうちょっと飛んでるんですよね。でこれもわざとこれも味わいとして作っていて、これも結構お料理好きな方とかはよく買っていかれるんですね。お刺身なんかこれで盛ったりすると、ここにこう何か食材があって食べた後に福の文字が出てくるっていうと、ちょっとおめでたい、嬉しい感じになりますよね。おしゃれですね。ちょっといいですか、拝見させていただいても。ありがとうございます。でもなんか確かにそういう筆のねなんか飛んだのってなんか伺うとなるほどっていう感じがしますね。なんか知らないとなんかあれっていう感じがねしちゃいますけど、その話を伺うと、なんかこれもなんかますますよく見えてくるというか、いろいろとあるんですね。ありがとうございます。もう一つご紹介すると、いろいろあるんですけど、例えばマグカップで面白いのが、これちょっと水玉模様で可愛らしい感じなんですけど、これ形がね
四角いんですよ、ね、はい、こうやって。あ、本当ですね。でこういうのって多分ないと思うんですけど、そうですね、この四角くなってるんで、飲み口がのところがこうすぼまってるんで、なるほど、飲み物がスーッと入ってくるんですよ。なるほどですね。なんで例えばちょっとご高齢の方とか、お茶だったりコーヒーが好きな方とかで、ご高齢になるとやっぱりこう手元がおぼつかないっておっしゃる方多いんですよね。でそのためにこうちゃんと手もついてるマグカップなんで、でプラスさっきお伝えしたようにこう飲み口が入ってきやすいんで、飲み物を美味しく飲めるんじゃないかなと思います。なるほど、はい、やっぱりありがとうございます。こういう四角い形をしているものっていうのはこういうところから飲むんですか。そうですね。松とかもやっぱりそうですか。そうです、そうです。多分同じことだと思います。はい。そうですよね。この辺とかから飲むっていうのはちょっと邪道というか、これに関して言えば別に、大丈夫だと思うんですけど、形、手がここについてるんで、飲みにくいと思うんですよ。確かにそうですね。こっちだとそうですよね。なんか回さなきゃみたいになっちゃうので、確かにここが一番飲みやすいですよね。なんかいいですね。こう見た時に中にちょっと模様が入っているのもすごく可愛らしいですね。わかりました。ありがとうございます。こちらは何焼き？これはね、有田焼きですね。これも有田なんですね。有田ってかなりいろんな種類があるんですね。これも有田で、ね、先ほどのも有田でって。有田は一番産地としても大きいので、こういろんなデザインだったり。技法を使って新しいものを作っていますよね。そうなんですね。私もすごい有田好きです。なんか華やかな感じがして、なんか結構いいというか、なんていうんですかね。なんかすごいテーブルが華やかになりますよね。わかりました。ありがとうございます。はい。コロナで結構ね、なんかインバウンドもそうですし、うちも結構影響あったりとかしたんですけど、なんかそういう影響とかってありましたか？そうですね。やっぱりうちも飲食店に納めてるんで、やっぱり初めの頃はもともといただいていた注文とかも止まっちゃったりとか、延期になったりとかでやっぱり困りましたけども、なんていうの、個人の方がやっぱり外食できないので、自宅で食事をするじゃないですか。そうですね。その時に自分とこの食器棚を見たら、意外とうちこんなのしかないんだわっていうのに気づかれた方が多かったみたいで、オンラインでも受注してるんですけども、意外とオンラインストアからのご注文っていうのは結構いただいて、でそこで皆さん新しいものを買い足したり買い替えたりとかっていうことがされたんじゃないかなというふうに思いますね。そうですよね。なんか家の中のものを見直すいいきっかけにはなりましたよね。なんか皆さん買い替えるというか、なんかちょっと買い足すとかっていうとどのあたりからなんか買われることが多いんですか？器とかです。お茶碗とか。それはもう全然いろいろ問わず、もういろんなものが。そうなんですね。でもやっぱりいい食器使うとちょっとこう心が和むというか、やっぱりなんかね、毎日使うものですし、いいものに触れてるといいですよね。で結構地方の方が多かったですね。あまり地元だったりとか近いところにそういったお店がなかったとかいうのもあって、皆さん調べていただいてお買い物していただきましたね。なんか SNS とかで見つけてとかですか？じゃなくてインターネットで？いろいろ、うちも SNS とかやってますけども、そういったいろんな方法でね、たどり着いていただいたんだと思います。いいですね。ありがとうございます。清水焼きって、結構私すごい好きな、焼き物の一つなんですけれども、一番最初に清水をなんか清水って覚えてしまって、なんか間違えて清水焼きとかって思ってしまうんですよ。なんかでもそれを知り合いの方に言ったら、清水、京都だから清水寺とかもあって清水で、清水っていうと静岡じゃないか、だから京都だから清水って覚えるといいよって言われて、確かにと思って清水って、その後に読み方をちょっと覚え直したっていうような形なんですけど、なんか清水寺とか、京都の清水とかって何か関係あるんですか？京都の焼き物っていうのは京焼きっていうのがあるんですよね。まず京焼きってすごく大きな、京都で作ってるものは京焼きって言われて、で清水焼きっていうのは厳密に言うと清水寺の下から坂が上がっていくとかの界隈で作られたものだけを清水焼きって
厳密に言うとそうなんですよ。そうなんです。まあでも今はその辺はもう少しこうアバウトになってますけども、はい。でもね、その清水焼っていう話ですけど、全然うちにいらっしゃるお客様ですっごい器好きな方でも普通に清水焼って読む人いるんで、そうなんですね。いやこれは多分字を見たらどっちがメジャーかって言ったらやっぱ清水なんですよ、読み方としてね。清水って読むのに清水寺しかないので、あ、そうなんですね。だからそれは全然恥ずかしがることもないし、僕も多分この仕事しなければ普通に清水焼って言ったなとそうなんですね。思うんですけど、はい。でもやっぱり清水寺の辺りだから清水っていう焼き物なんですね。あ、すごい勉強になりました。はい。なんか京焼きっていうと他になんか清水焼きの以外って何かあるんですか？まあ粟田焼きっていうものもあったりするんですけども、まあ基本的にはこう京焼き、清水焼きっていうとまあ一つのこうある分野があって、でうちももともとはここにね書いてあるんですけど、こう京陶器って書いてあるんですけど、うちの祖父が始めた時は京都のものだけしか扱ってなかったんですって。なるほど。でまあいろんなお客様のニーズで有田焼とか他の産地のものも入れてるんですけど、基本的には京都のものがうちはベースでやってたので、まあ当然お店に置いてあるものも京都のものは割合として半分ぐらいは占めてるんですよね。はい。なるほど、そうなんですね。はい、京焼きもねすごい素敵なのいっぱいありますよね。はい、何か清水焼きでおすすめというか人気のものとかあれば教えていただけますか？まあ今の季節柄ですね、ちょっとこういったもみじがすごく綺麗に描かれた器ですね。これは尾形乾山っていう江戸時代の名工がいるんですけど、その人の写しなんですよね。なるほど。でこれよく見ると形がね松なんですよ。ああ、そうですね。で中に描かれてるのはもみじ。これいろいろなパターンがあるんですけども、ちょっと今こういう時期的になんでこうなんかやっぱり基本的に清水焼きは全部手作り、形も手で作って絵付けも手でやるので、この温かみが伝わるのとこう繊細さを見るのにすごくいいですよね。そうなんですね。なんかその形も手で作られた、そうですね。はい。ありがとうございます。なんかすごい独特な形ですよね。裏でもなんかちゃんと形がしっかりわかりますね。だから清水焼きは同じ商品でもちょっとずつこう雰囲気が違っているんで、そういうのを楽しむと面白いですよね。光の加減でちょっともみじのね感じも変わりますね。すごい素敵なお皿ですね。ありがとうございます。あとはちょっとこれ杯ぐいのみなんですけど、これも中が染付で細かい桜がこう書いてあるんですよ。で横にはこう青海波って青い海の波って書くんですけど、これもねお着物の模様でもありますけども、すごくおめでたい絵柄ですよね。こんだけこの小さいところに描くのはすごく、これ手作業でされてるんですね。すごいですね。これだけ中にこれ中に桜とでもみじが少し出てる。本当だ。これ雲の錦って書いて雲金模様っていうんですけど、春のものと秋のものがあるんで1年通して使える。なるほど。でこれだけ詰めて書き詰めてあるんで、お酒入れるとね、こうなんか桜の花びらがこう揺れてるような感じでいいですね。ちょっと揺らぐ感じで、なんかのんびりできそうですね。いいですね。お休みの日とかにこういうの使うとすごいですよね。夜とかゆっくりしたい時とかにちょっとね一人でとかでもいい時間が過ごせそうですね。わかりました。ありがとうございます。あともう一つはその絵柄でいうとこれもよく代表的なんですけど、ひょうたんが6個書いてあるんですよね。でこれ大体ひょうたんって6個書いてある模様多いんですけど、なんでかっていうと無病息災の語呂合わせで6個のひさごで無病っていうんですけど、だから6個なんですね。そうなんです。だからひょうたんのものは
プレゼントとかにするとちょっとこう少しうんちくも添えられるんで喜ばれると思います。すごくこれも軽いんで、はい、あ、本当だ、思ったよりなんかはい軽いですね。形もなんかちょっと変わった形ですね。面白い。なんか今の主流というか、マグカップ風のものとかって人気があるんですか？そうですね、さっきも話してましたけど、僕手がついてるものなんで、手がついてるとこやっぱ安心じゃないですか。そうですよね、落とさないですもんね。なんか色とかって何かこの6個のそれぞれ違うのって意味があったりするんですか？これは多分そのデザインでそうしてると思うんですけど、同じ絵が色で描いてあるものもありますけども、なんかモダンな感じで可愛らしいですね。はい、ありがとうございます。はい。まあ寺子屋忍者の方でもお花華道をやっていたりとか、お花屋の方もやっていたりっていうので、結構花器とか自分でも持ってますし、いろいろちょっと貸し出しとかすることとかもあるんですけれども、すごい素敵な花器があるなと思って、こちら見させていただいてるんですけれども、こちらはどういったものか教えていただいてもよろしいですか？これも京都の清水焼で、清水焼なんですね。これ地が緑なんですよね。深い、かなり濃いモスグリーンっていうか、ちょっと時間が経ってるんで少しなんでもうちょっと濃く見えますけど、でこの模様もちょっと茶色いんですけど、元はねこれ銀なんですよ。あ、そうなんですね。銀彩でこう金じゃなくて銀なんです。へえ。だから少し酸化してるんでこういう色になってますけども、まあそれもまたね味わいで、これまたすごいのがこれ中も見えます。中も同じこういう模様が入ってて、これ多分筆とかでこうピャッとこうにやってるんですけど、京都の清水焼ってこう見えないところまで手が施してあるのがまた魅力なんです。普通ね花瓶ってこう刺して入れるから外だけ綺麗だったらいいっていう風になるけど、こう見えないところまでこう手を入れてるっていうのが特徴ですね。はい。素晴らしいですね。いいですか、ちょっと持たせていただいて、結構重量ありそうな、そこまでですね。すごい。なんかでもこれが銀っていうのがすごい新鮮でした。なんか色からするとね金なのかなって思いますけど、すごいですね。これってなんかちょっと酸化されてっておっしゃってたと思うんですけれども、元はもっと銀だったんですか？そうなんですね。じゃあ風合いも楽しめるっていうものですね。結構使ってるうちに抹茶碗とかも、お茶でだんだん色がちょっと変わってきたりとかするじゃないですか。そういうのもねまた風合いがあって面白いですよね。ちなみに銀彩はどうやったらもう色が戻るんですかってよく言われるんですけど、身近なとこで言うと消しゴムでこうやって、そうなんですか。優しくこすってるとちょっと色が戻ってきます。そうなんですね。なんかでも消しゴムで消すちょっと怖い感じしますよね。しっかり焼き付いてるんで大丈夫です。そうなんですね。なんか金食器とかもやっぱりね色変わってきちゃうんで磨くじゃないですか。そういうのはでも使ったらダメですよね。そうですよね。消しゴムとかでちょっとこすってあげるとっていう。あとは柔らかいのでちょっとこう拭いたりとかすると。そうなんですね。タイさんならこれに何をいけますか？これ何がいいですかね。でも結構大きいのでそうですね。何がいいですかね。でもなんか大きいお花が合いそうですよね。ユリだったりボタンだったり、そうですね。そういうのをちょっとしっかりこういけてあげるといいのかなと思いますね。はい。ありがとうございます。今日はお時間いただきましてありがとうございました。こちらこそありがとうございます。寺子屋忍者では日本の方だったりとか、海外の方だったりとかって幅広く日本文化に興味はあるけどあんまり体験したことがないっていうような方にお越しいただいて、日本文化の良さだったりとか普段やったことがないけどちょっと体験してみようみたいな形でやってるんですけれども、どういうふうに日本の方で特に若い方とかってなかなかその茶道とか華道に
日常生活で触れることがなかったりとか、こういったものとかもそれに近いところがあると思うんですけども、やっぱり両親とかが興味がある方とかはやっぱいいものとか使われると思うんですけど、なかなか、ね、そういう環境にないとなかなかこういいものを使おうとかっていうよりは、無印でいいかとか、なんかその辺のものでいいかとかっていう感じになってしまうと思うんですけれども、何かそういうなんかどういうふうにしたらいいものとか、その日本文化伝承していかないといけないようなものとかを広く若い方だったり海外の方とかに発信というか伝えられると思いますか？何かアドバイスとかがあればぜひお願いします。日本文化ってさっきも冒頭にちょっとお話ししましたけど、今やっぱりすごく海外で興味を持たれている方が多い。本当に今外国の方がたくさんこれからももっともっと日本に帰ってきた時に、僕の学生時代の話じゃないですけど、こう日本のことを聞かれることがすごく多い。でそれを知ってることがちょっとこういう言い方が正しいか分かんないんですけど、かっこいいと思うんですよね。で茶道とか華道ってどうしてもやっぱりこう敷居が高いっていうイメージがあるんで、でもこの入り方っていろいろあって、多分太一さんもそのいろんな形でのクラスを作っていらっしゃると思うんですけども、なんでこう自分の入りたいところからそういう導入部分っていうんですかね、そういったものをなんかこういろいろと豊富に提供されると生徒たちも入りやすいじゃないですか。確かに、初心者向けのものだったり上級者のものだったり、海外の方でも取り扱いやすいものとか、そういった形でいろんなレパートリーをこちら側で持っていると、それに合わせて。そうですね、多分ね、習いたいと思ってる人ってすごく潜在的に習いたいと思ってる人ってすっごいたくさんいると思うんだけど、きっかけがやっぱり欲しいじゃないですか。そうですよね。でも何かやっぱじゃあ着物着なきゃいけないのかとか、道具持ってないしとかって多分いろいろと理由を見つけて皆さんこう控えてるんだけど、本当なんだろう、極端に言ったら手ぶらでも来て大丈夫ですよみたいなところからそういうレッスンをね提供されると、すごく皆さん気兼ねなくそうですね、来られるんじゃないかなと思いますけどね。そうですよね。確かにそういうの大事ですよね。やっぱりなんか手軽でね来られるって、やっぱりその着物とかも私習いに行ったんですけど、なんか習いに行く時にやっぱりその会社とか、私自営業なんであまり関係ないですけど、なんかわざわざその荷物を持っていくってすごく大変なので、そこで貸してくださって手ぶらで行けるところだったので、すごい通いやすいっていうのがあったので、確かにそういう通いやすい環境を作るっていうのは大切なことですよね。それで太一さんとか、先生を見て、私も着物着てみたいとかっていうふうな興味を持って、ちょっとこう初心者向けのお着物とか買ってみてとか、そういうところからこうだんだん自分のレベルを上げていけばいいんじゃないかななんて思いますけど。確かにそうですね。ありがとうございます。今日はお時間いただきましてありがとうございました。何かYouTube を見ていらっしゃる方にメッセージとかがあれば少しなんか教えていただけますか？そうですね、今日はいろいろと器の話もさせていただいたんで、少しでも興味を持っていただければいいと思いますけども、太一さんとの、こういう関係でいうと、広く和文化っていうところをね、どんなものでもいいんでちょっと皆さんかじるところから始めて、意外とそうするとハマっちゃうんで、そうですよね。どんどん分かってくると楽しくなってきて、どんどんなんか知りたくなってきますので、意外と自分が当たり前だと思ってたマナーとか、どうしてこうなんだろうっていうのを調べるのって結構面白いんで、そういったもののきっかけになればいいかななんていうふうに思ってます。そうですね。ありがとうございました。東光堂さんの情報も説明欄に載せさせていただきますので、ぜひご覧いただければと思います。本日はどうもありがとうございました。皆さんいかがでしたでしょうか？今日は東光堂様へお邪魔させていただきました。このビデオが気に入っていただけましたら、ぜひいいね、チャンネル登録お願いいたします。
どうもありがとうございました。ありがとうございました。